皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらのタブレットをご紹介いたします。N1 から出ました NPad-Q という新しいタブレットをご紹介いたします。こちらは N1 様からご提供いただいた Android タブレットになりますけど、一体どんなスペックなんでしょうかね。ということでね、この後主なスペックのご紹介、そして開封し外観を見ていきたいと思います。そしてその後に画質や音質、使っていてね、その他気づいた点などを含めましてご紹介していきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ということでね、主な特徴をご紹介いたします。まず最初にディスプレイになりますが、10.1 インチの IPS 液晶となっています。解像度は横1280、縦が800の解像度となっています。アスペクト比は16対10となっています。そしてね、IPS 液晶ということで、視野角は非常に広いですね。178度となっています。そしてここも気になる点ですが、頭脳となりますチップになります。メディアテク製の MT8183 というオクタコアのチップとなっています。ということで、アンツツベンチマークに関しましては、この後の動作間の部分でご紹介していきたいと思います。そしてメモリーとストレージになりますが、この NPad-Q は最大で 12GB の RAM をサポートしています。まず物理 RAM で 6GB、そして仮想メモリーですね、拡張することによってプラス 6GB 追加することができますので、全部で 12GB ということになっています。そしてストレージになりますけども、128GB のストレージが搭載されています。そしてバッテリーになりますが、NPad-Q は 6600mAh のバッテリーを搭載しています。10.1 インチのモデルに関しまして、このぐらいの容量があれば1日中使っても十分じゃないかなと思います。そしてカメラもね、もちろん搭載されていまして、メインカメラは1300万画素となっています。フロントカメラは500万画素のフロントカメラとなっています。そしてね、このタイミングでね、ちょっとお伝えしますけども、このモデルは 4G LTE には対応していない Wi-Fi 専用のモデルとなっていまして、SIM カードのね、差し込むことはできません。しかしながら、アメリカの GPS やグロナス、そしてガリレオですね。この3つの衛星測位システムに対応しています。そしてスピーカーになりますが、これは2つのスピーカーを搭載しています。後ほどね、開封し外観を見る上で確認していきたいと思います。そしてね、ここのあたり結構重要視されている方も多いと思いますが、ワイドバインですね。これに関しましては、ちょっとね、残念ながら L3 となっていますので、サブスク系の Netflix や Amazon プライム、Hulu とか Disney プラスとかありますけども、そのあたりの高解像度モードで再生するってことはできないわけですね。ここはね、ちょっと踏まえておく必要はあると思います。というわけでね、ざっと主なスペックをご紹介しましたけど、この後開封して外観を確認していきたいと思います。ということでパッケージ内容になりますけど、まずね、本体そのものが出てきました。持った感じね、非常にコンパクトでいいサイズ感だなっていうのを感じます。そしてこちらが充電ケーブルが入っていますね。加えて日本仕様になっています USB の充電器も入っています。さらにユーザーマニュアルも同梱されていました。綺麗ですね。保護フィルムが最初から貼られていますね。ではね、このまま外観を見ていきたいと思いますが、こちらのカメラですね。メインカメラが1300万画素となっています。もう一つね、カメラレンズがあるんですけど、こちらはスペック表には書かれていませんでしたので、おそらくダミーじゃないかなと思われます。サイドには LED のフラッシュがついています。そしてカメラに対しまして、サイドにですね、こちらに USB-C のポート、また蓋がありませんけども、マイクロ SD のスロットですね。こちらがついています。そしてその反対側には全く何もありません。またこのカメラに対しまして下側になりますけど、こちらにスピーカーが2つ搭載されているという形でデュアルスピーカーとなっていますね。そして反対側の上部には電源のボタンとボリュームキー、またマイクがあります。そして一番角の部分に 3.5mm のヘッドホンジャックがついています。そしてね、こちらが正面になりますけども、フロントカメラ500万画素があります。そしてこのフロントカメラのとこ見ていただきますと、最初からね、保護フィルムが貼られていることがわかりますね。上手に剥がさないと下のメインのフィルムも剥がれてしまいますのでご注意ください。では重さを測ってみたいと思いますが、0表示にしまして置いてみたいと思います。こちらのスケールであれば 519.5g となりましたが、まずの重さですね。ではね、電源を入れていきたいと思います。N1 と出てきましたね。こう見るとやっぱりサイズ感としましてね、10.1 インチということもあって結構ちっちゃいなっていうのを感じます。ではこれから初期設定を済ましていきたいと思います。というわけでね、このように起動してきまして、普段使っているアプリをいくらか入れてみたんですけども、その上でね、ちょっと動作感を見ていきたいと思います。まず横スワイプの動きになりますけど、こんな感じですね。
はい。非常にスムーズです。そして左側にあるディスカバーになりますが、こんな感じで表示されますが、若干ね、引っかかりはあるようですけども、使っていてめちゃめちゃ遅いっていう感じはしませんね。そして上から下にスワイプしますとステータスバーが表示されますけども、非常にスムーズですね。ということでね、動作感を見ていきたいと思いますが、まず最初に Google マップを使って動きを見ていきたいと思います。起動させまして、東京ディズニーシーの上空にやってきました。航空写真に切り替えてみたいと思いますが、どうでしょうか。はい。読み込みも早いですね。動作感はそんなに遅い感じはしませんね。通常仕様において全く問題ないんじゃないかなと思います。ストリートビューを見ていきたいと思いますが、表示も早いですね。全画面表示してみまして、このように回転させてみても、指の動きにしっかり追従してきてくれています。そして少しね、動かしてみたいと思いますが、すごいね、サクサクというか、ヌルヌルとした動きですね。気持ちね、ちょっとゆっくりかなという感じはします。では次に Google Chrome を使いまして Yahoo ニュースを開いてみました。動きをね、ちょっと見ていきたいと思います。まず一番上の部分のニュースを開いてみたいと思いますが、まあまあ早いですね。そして下にね、スクロールしてみますけども、このね、動きにもしっかり追従してきてくれています。そして次にね、このスポーツの項目になりますが、このようにね、結構早く表示しています。ですので、ブラウザー使う分では、もっさり感っていうのはほぼほぼ感じませんね。そしてこちらも開いてみたいと思いますが、一瞬にして開きますね。そして文字の感じで見てみますと、まあまあのね、クオリティじゃないでしょうか。文字のギザギザ感っていうのは拡大したとしても見ることはできませんね。そしてこのように拡大縮小をしていたとしても、この指の動きにしっかり追従してきてくれますので、そういったブラウザーで何か動かすときにはもっさり感というのはほぼほぼ感じません。では次にね、ゲームが実際どんな感じで動くのかも見ていきたいと思いますが、リアルレーシングを開いていきたいと思います。じゃあね、実際にやってみたいと思います。ということでね、今動かしてみましたけども、なかなかね、ハンドリングは良好でしたね。ちょうどこのボディのサイズがちっちゃいですけどね、ちょっとちっちゃめのハンドルを実際にこう操作しているようなイメージで動かすことができましたね。そしてこのゲームのね、いろんな描画になりますけど、カクつくようなこともありませんし、映像が破綻しているような様子もありませんでした。動作に関しましてはね、ある程度パワーを要求すると思いますが、このリアルレーシング3ね、しっかり動かすことができました。ということでね、アンツツベンチマークのスコアになります。バージョンが 10.1.6 という最新バージョンになりまして、アンツツスコアが 231,191 点となりましたが、いかがでしょうか。なかなかのね、数値ですね。ユニソックの T606 とかね、そのあたりの数値と似ているんですけども、このぐらいのやっぱり数値で出ますと、先ほどのね、動作感っていうのは、やっぱり嘘偽りないんじゃないかなという気はします。最低限ね、このぐらいの数値があれば、動画閲覧やニュースサイト、そしてゲームもね、ある程度楽しむことができることが確認できました。このモデルはメモリーは最大で 12GB と最初お伝えしました。物理メモリーで 6GB、そしてメモリーエクスパンションとありまして、拡張で 6GB までね、増やすことができまして、合計で最大 12GB ということなんですが、拡張の部分が結構影響しているのか、動作がね、そんなもたつくっていう感じもありませんので、パワーに若干不安があるっていう方であってもね、ライトな使い方であれば全く問題ないんじゃないかなと思いました。では次に気になる画質なんですけども、先ほどご紹介してましたように、こちらね、HD 画質となっています。実際 4K の動画を流してみたいと思いますが、どれぐらいの画質で再生されるか一緒に見ていきたいと思います。こちらはですね、YouTube チャンネル上にあります 4K 動画を提供しているこちらのね、チャンネルになっています。この画質のところですね、480p になっています。詳細画質を見ますと2160まで上げることができますので、ちょっとね、こちらに変えてみたいと思います。はい、再生がね、追いつくでしょうか。ぐるぐる回ってしまいましたが、再生されますね。綺麗ですね。そして画面をこのようにいっぱいに調整することもできます。ちょっと黒帯が出てしまっていますけども、このように画面サイズに合わせて拡大することもできます。いつもね、表示している動画になりますが、結構綺麗ですね。ただコントラストに関しましては、ややね、ちょっと薄いのかなという気はしますけど、このぐらいのクオリティがあれば十分じゃないかなという気もします。そして、こういった緑が前面に出ている映像になりますが、結構細かな部分まで描写されています。
また、このようなね、谷合の映像になりましたが、かなりクオリティ高いですね。そしてね、雲が出てきましたが、雲の薄いところも濃いところもはっきりと描写されています。そして紅葉とアルプスになりましたけれども、これも綺麗ですね。青空もかなり濃い部分もしっかり描写されています。そして湖のシーンになりましたが、ボートもね、はっきりと映っています。そして水面のね、この水の揺れてる揺らぎもはっきりと描写されています。そして氷河のシーンになりましたが、岩肌も結構迫力のあるような描写がありますね。また山の稜線ですね。青空と山の稜線もくっきりと出ています。そして山に登っている車とバイクも細かいですけどね、しっかり映っていることがわかりますね。フル HD でなくてもここまで見えるのは、ある程度ね、距離を離せば十分じゃないかなという気がします。最後にね、電車のシーンになってきましたが、水面に映っている部分もはっきりと、くっきりと出ています。フル HD じゃなくても、ここまでのクオリティがあれば結構満足できるんじゃないかなという気がします。決して高価なパネルが搭載されているわけではないにしても、このディスプレイから自分の目までの距離がだいたい30センチから40センチぐらいあると思うんですけど、このぐらいの距離であれば結構綺麗に見ることができますね。では次に気になる音質になりますが、冒頭でもご紹介しましたが、スピーカーはこのデュアルになっていますね。この状態になりますが、NCS の YouTube チャンネルを使いまして音楽を流してみたいと思います。これから30秒ほど流しますので、音質がどんな感じなのかお聞きください。ということでね、今お聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょうどね、この下のところからね、私の耳に直接音が入ってきますけど、結構広がりのある音で聞くことができました。ただ、音質に関して言いますと、低音はほとんどないに等しいのかなという感じです。そして、中域から小域にかきましては、結構強めに出てきていますので、この NCS の今の音楽であれば、くっきりとそのサウンドを楽しむことができますね。このモデルには実は FM ラジオもついているので、ラジオを聞く分にはね、本当申し分ないんじゃないかなという気はします。ということで今回 N1 の NPad-Q というね、Android タブレットをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。10インチクラスということでね、結構コンパクトで持ちやすいサイズ感ですね。最近ね、11インチクラスとか結構使っていたので、このサイズ見ると本当に持ちやすいなっていうのを感じます。手のひらでいっぱい持ちますとね、ようやく指がかかるぐらいになりますけど、なかなかサイズ感が程よいなっていうのを思います。ということでね、いろいろ見てきましたけど、ざっと言いますとね、やっぱりライトな使い方をする向けのタブレットという感じになっています。ニュースサイト見たり Google マップ使ったり軽いゲームをするぐらいであればこのモデルでも十分だと思いますし、ステレオスピーカーということでね、この辺も抜かりない感じがします。ただ気をつけないといけないのは Wi-Fi モデルということで 4G LTE ですね、SIM カードを挿して使うとかね、そういったことはできませんので、あくまでも屋内で Wi-Fi 環境の下で使うということになりますので、本当にね、ライトに使いたいっていう方であればいいんじゃないかなと思います。ということで気になった方は概要欄にリンクがありますので、詳細はこちらからご覧いただければと思います。この動画が良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。